こんにちは、いくです。今何もリップメイクはしてない状態で、リクエストいただいていたオーバーリップの作り方とそのグラデーションの仕方を紹介したいと思います。私の唇はもともと厚めの方だとは思うんですけど、リップメイクするのとしないのとじゃあ全然ふっくら感、立体感が変わってくるので、毎回メイクの時に必ずやっていて、それを詳しく説明していこうと思います。仕込みも含めると5工程あるんですけど、メイクの工程としては4工程あります。私の目指してるオーバーリップっていうのが、唇の縁を濃い色で囲んでふっくら見せるっていうタイプよりかは、唇の縁はちょっとぼかし気味なんだけどふっくら見せるような韓国系のオーバーリップが好みなので、そっちのやり方をご紹介します。韓国アイドルみたいなふっくらしたリップやりたいけどいまいちよくわからないっていう方とか、唇をふっくらさせたいっていう方のご参考になったら嬉しいです。ステップ0として前日の仕込みがすごく大事になっていて、唇がガサガサしていて状態が悪いとリップが綺麗にのりづらいので、それを改善するためにエチュードのジンジャーシュガーオーバーナイトリップマスクを使っていきます。重めのリップマスクで夜塗っても朝まで唇の上に残ってて、もう絶対に乾燥させないっていう意志を感じる強めのリップマスクになってます。ショートで前おすすめして早速買ってくださってよかったですって言ってくださった方がいたので、もし唇のガサガサを整えるリップマスクを探している方がいたら試してみてください。シアバター、シュガー成分、蜜ろう、ムルムルバターなどが入ってて、しっかり保湿してくれます。朝起きてスキンケアの時にこのマスクを落とすと本当に唇がふっくらした感じになって、リップののりもかなり変わります。ジンジャーっていう名前の通り生姜とオレンジのオイルが入ってるみたいなんですけど、香りはそんなに強くなくてほのかに香る感じです。こちらを塗って朝オフしたら次ステップ1に移ります。ファンデーションで縁をぼかすことです。いつもはファンデを塗る時に一緒にこう唇の周りをポポポポンってぼかすんですけど、今日は工程を見せるために今やっていきます。お持ちのお気に入りのもの何でも大丈夫です。先ほども言った通り、自分の唇の形を好きな形に補正しつつ、縁がぼやけたふわっとしたリップを目指しているので、自分の唇と肌の境目をぼやかしていきます。軽くティッシュオフして密着させて OK です。次がステップ2でシェーディングで立体感を出していきます。影があると物って立体的に見えるので、それをメイクで作っていきます。入れる場所としては人によってなりたい唇の形とかが違うとは思うんですけど、私の場合は陣中もちょっと短縮させたくて、下側の唇と顎の間に影も欲しいので、これ私の唇なんですけど、こことここに入れて立体感を出すのと、あと余裕があればこの口の両端に入れると口角がキュッと上がって見えるので、そういう仕上がりにしたい人はここにも入れるのがおすすめです。この工程はいつも前顔のシェーディングをする時に一緒にパパッとやっちゃいます。使うのはお気に入りのこのロムアンドのシェーディングパレット、ベターザンコントゥアの02番グレイクールです。私はこのグレーを混ぜて使うのが好きなんです。輪郭の広範囲のところは一番面積の広い色を使うんですけど、その他のシェーディングにはこのグレーを混ぜて使っています。こことここのグレーを混ぜて、こ
んな感じで入れて、ちょっとぼかして、でさっきの2色にこの一番暗い色を混ぜて、唇の下がより深い影にしていきます。基本的に光は上から当たることが多いので、下側は暗めにしてもそんなに違和感がないです。だいぶ立体感が出てきました。口角もちょっとだけ入れます。私はここの陣中をもっと短縮したいので、ここに唇の山があって、でここが溝になってると思うんですけど、その溝にこう入れてぼかす感じです。鼻の下にこの陣中を若干深く見せていきます。ブラシは小さめのものだったら何でもいいと思うんですけど、私はフィリミリのブラシを使っています。唇の上を塗るのにサイズがちょうどいいです。そしたらステップ3、リップライナーで形を整えます。もう動画で何度も紹介してるんですけど、最近はハート%のリップライナーが気に入っていて、ドットオンムードリップペンシル14番のカームピンクです。私の目指すリップメイクで、唇の縁は濃いめじゃなくて薄めにぼかしたいって最初に申し上げた通り最初に説明した通り薄い色を使っていきたくて、これが濃すぎないピンクでちょうど良かったのでこれを使ってます。どこに塗っていくかなんですけど、これもなりたい唇の形によって多少違うとは思うんですが、こう全部を縁取っちゃうとちょっと不自然に感じるので、上唇はこの唇の山のところを潰すイメージで入れていきます。こんな感じでオーバーになるように入れていきます。で唇の下側はこのサイドをちょっとふっくらさせたいので、全体的にこの縁を取りつつ囲んでぼかしていきます。上唇はこの山を潰しつつちょっと上側に広げるイメージで描いて、下はこの端を埋めてこうふっくらさせたいので、ここから全体的にかかってちょっとぼかします。さっきシェーディングで描いた唇の上の影にちょっとだけ血色を足すと、唇からの流れがここら辺が自然にぼやけて可愛いです。さっきの唇の上と同じ理由で描いた口角の上にも若干重ねても可愛いです。ついにステップ4でティントを塗っていきます。今日はこの間レビューしたので、このグレイとこのアンドバイロムアンドのやつを使っていこうと思うんですけど、先にこのアンドバイだけでこう一色でオーバーリップにした感じを見ていただきたいと思います。これも塗り方としては内側にのせていただいて、それをぼかす。新しくリップを追加しないまんま、さっきのせたここら辺にこ
こう逆三角形の形でのせていって、これをぼかしていきます。アンドバイロムアンドもショート動画とかで使ってるんですけど、アンドバイロムアンドとイナピスクエアのコラボでグラッシーボムティントの INAP02 ヌードスクエアっていう色です。絶妙に落ち着きのあるベージュピンクっていう感じで、もう本当に汎用性の高くて血色の悪くならないベージュリップです。これをさっき言った通り、まずは内側にのせていきます。こんな感じ。ちょっとまんってして広げました。そしたら液を取らずにこのまんまこの上の山にぼかしていきます。これをまた周りを指でぼかします。ナチュラルに仕上げたい時はこれでもうすごく自然に、元から唇がふっくらしてますっていう感じの仕上がりになったと思います。さらに色をつけたかったらもう一回液をちょっと取って、さっきと同じように内側にのせて広げて色をさらに出していきます。のせる時にここの横側、下の横側をこうふっくらさせたリップにしたいので、この横側の部分にもちゃんとぼかしてあげるとふっくら感が増します。かわいい。めっちゃ可愛くないですか？これで1色で作るオーバーリップの完成です。ツヤツヤっとしてるけど縁はちょっとふわっとぼやけててすごく好みです。グラデリップにしたい方向けにここから内側に濃い色を重ねていきます。塗り方としてはさっきまでと同じで、全体にのせるのではなくて内側と上の中央にのせてそれをぼかしていくっていうやり方です。この間動画で紹介したブレイの新グローティントの6番を使っていきます。さっきと同じように唇の内側にのせます。ちょっとぼかして液を取らずにこのチップで上側の山にのせて、こんな感じにじわーっとしたグラデリップになりました。かわいい。じゃあ今回のリップのポイントをもう一度おさらいすると、前日の夜にリップマスクを仕込んで唇の状態を良くしておいて、朝起きてスキンケアする時にマスクを落としたらファンデーションを塗る時に唇の縁を若干ぼかしておきます。次にシェーディングで立体感を出したらリップライナーで唇の形を作ってお好みのティントで色をつけて完成です。口で説明するとちょっと長いと感じるかもしれないんですけど、もう慣れてしまえばパパパパってすぐできるので、是非試してみてください。質問とかリクエストがあったらコメントで教えてください。お気に入りのオーバーリップの方法を動画にしたんですけど、いかがでしたでしょうか？最後まで見ていただいてどうもありがとうございます。チャンネル登録やいいねもお待ちしております。じゃあまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最近花粉がちょっと始まってくしゃみとか鼻水とか出るんですけど、皆さん大丈夫ですか？美味しいものをいっぱい食べて
よく休んで元気に過ごしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。